やっほー。今回は Watches and Wonders 2026の新作の中から絶対外せないこの時計の話をしていきたいと思います。ジャガールクルトのマスターコントロールクロノメーターデイト。一番最初に結論だけ言っておきます。これは全ての人におすすめしたい一本です。マジでガチです。この動画ではその理由をしっかりめにお伝えしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ちなみに取り急ぎ気になるモデル5選を紹介する動画も上げているので、もしよければそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。では最初に簡単にこのモデルの紹介を。で、このモデルを一言で表すと、高精度のマスターコントロールのブレスレットモデルってところでしょうか。まず目を引くのがラグスポ的な一体型ブレスレットですよね。今までマスターコントロールのブレスレットモデルはありましたけど、こういう一体型っていうのはなかったですよね。このデザインのルーツは70年代に登場したマスターマリナーにあるようで、調べていたらジャガールクルトもかつてはラグスポ系のモデルを出していたっていうのを初めて知りまして、へーなんて思っちゃいましたけど、どうやらそこまでヒットしなかったようなんです。で、ルーツはマスターマリナーにあるんですが、デザインはこれまでのマスターコントロールそのままなんで、言うほど似てなかったですね。それからダイヤルに注目したいんですが、サンレイブラッシュ仕上げのブルーグレーダイヤル。最近ジャガールクルトこの色をよく使いますよね。それからケースサイズが 38mm で厚さが 8.4mm、 すごく使いやすいサイズ感です。それであとはムーブメントに関してなんですが、名前が示す通りクロノメーターの認定を取得しているんですけど、それだけではなくて自社独自の HPG が導入されているそうで、精度にこだわっているっていうのがすごく伝わってきます。差し当たり概要はこんな感じなんですが、ここからは私の感想。まずは一体型ブレスレットについて話さざるを得ないでしょう。これはですね、正直意外でしたし新鮮でしたね。ジャガールクルトってラグスポとかスポーツウォッチのイメージがあまりないじゃないですか。レベルソとマスターコントロールが看板になっていて、やっぱりドレスウォッチが強いと思うんです。しかもここ数年ラグスポブームで各ブランドがそういう時計をブワーッと出して百花繚乱の様相を呈している中、ジャガールクルトは全然出さなかったじゃないですか。ジャガールクルトってそういう流れには乗らないのかなんて思っていたら、急に出してきたからびっくりしましたね。で、このタイミングなんで今更かいみたいに思う人もいるかもしれないですけど、これそんなこと言ってられないくらいいいんですよ。というのも全体を見ると一体型ブレスレットなんでラグスポテイストが漂っていて、この雰囲気はよくあると思うんです。でも顔はマスターコントロール。ポイントはここで、一体型ブレスレット以外スポーツ要素を入れていないんですよ。スポーツ要素っていうのは、例えば針とかインデックス、それからベゼルを太くするとか、あとは夜光塗料を使うとか、そういうのが一切ない。こういうディティールが今までありそうでなかったですよね。そういう意味ですごく新鮮。例えばさっき出てきたマスターマリナーに寄せてラグスポ的な時計を作ることもできたと思うんです。でもジャガールクルトはあえてそうはせずにマスターコントロールをベースにデザインしている。これが非常にうまいと思いました。安易にスポーツウォッチに寄せないで、看板のマスターコントロールの良さを崩さずにうまくラグスポ的な要素とミックスしている。なんだかこのやり方、ドレスウォッチが得意なジャガールクルトらしいと思いましたね。あとはブルーグレーの色味が本当にいい。もうね、好きですねこの色。ブルーすぎずグレーすぎない中間の色ですごく使いやすいと思うんです。ブルーグレーと一体型ブレスレットって相性がめちゃくちゃいいように感じます。それでここまでラグスポっていうフレーズをリフレインさせてきましたけど、これが今回のモデルのある意味一番の注目ポイントだと思っていて、一体型ブレスレットとかブルーグレーのダイヤルを見るとすごくラグスポの香りが漂ってくるじゃないですか。でも果たしてこの時計をラグスポと定義していいのかすごく疑問で、むしろ私はそうじゃないと思っているんです。このモデルラグスポではない。ラグスポとは似て非なるものであると言いたいんです。
変な話、デザイン的にはティソの PRX とかロレックスのランドドゥエラーに近いと思うんですが、でも私はこういうモデルよりもむしろバシュロンの56に似ているって感じます。というのもラグスポってベースはあくまでもスポーツウォッチで、そこからケースを薄くしたり針やインデックスを細くしたりしてドレス要素を取り入れてドレッシーなスポーツウォッチにしていますよね。一方で56はベースはドレスウォッチで、そこから夜光塗料が使われたインデックスと針だったりリューズガードだったりっていうスポーツ要素を取り入れてカジュアルなドレスウォッチにしています。そういう手法を踏まえると、新作のマスターコントロールクロノメーターデイトはベースはマスターコントロールで一体型ブレスレットっていうスポーツ要素を足しただけ。他のところはスポーツ要素が一切ない。針とかインデックスもマスターコントロールだし、ベゼルも細いし、変な話、マスターコントロールのブレスレットモデルくらいの勢いじゃないですか。そんな風に作られてますね。なので56がインフォーマルって言われますけど、新作のマスターコントロールもインフォーマルウォッチとしっかりめに言えると思っています。それからあとは比較で出した56との違いについても触れていこうかと。ざっくり言うと56はカジュアル寄りで、新作のマスターコントロールはビジネス寄りなのかなと。マスターコントロールが持つ真面目な雰囲気をまとっていて、ビジネスシーンでめちゃくちゃ活躍しそうじゃないですかと考えると、私はですね、このモデルの方向性に一番近いのってグランドセイコーなんじゃないかとも思ってます。真面目で少しシャレっ気のあるビジネスウォッチ。まあ価格帯は結構違いますけど、グランドセイコーが好きな方にはこのモデル刺さるんじゃないですかね。はい。それでですね、まあいろいろ喋ってみましたけど、そろそろ結論に行きたいと思います。ここまでインフォーマルだのビジネスウォッチだのカテゴライズしてきましたけど、なんでこんな話をしてきたか。それがこのモデルの立ち位置が絶妙だと思ったからなんです。そしてそれは冒頭で言ったなぜこの時計を全ての人に勧めたいのかにつながるんです。というのもですね、これね、めちゃくちゃ今の気分に合うモデルなんですよ。少し前に今年のトレンド予測をした動画を出してるんですけど、そこでですね、ラグスポブームも一段落して、今注目の時計ってどんなものかって話をしたんですが、それがリラックス感のあるクラシックなファッションに合うものなんですね。今はファッションのトレンドがストリートからだんだんとオーセンティックなものに移っていく過渡期だからってことなんですけど、もうね、新作のマスターコントロールバリバリここにはまると思うんです。ベースはクラシックだけど一体型ブレスレットにしてちょっとスポーティーさを足している。これですよ。ラグスポに近いようで少し距離を置いている。この絶妙なデザインが今のストリートからオーセンティックへの過渡期にぴったり合うんではないかと思うんです。でかつカジュアル要素のある56よりもビジネス要素のあるマスターコントロールの方が大人の男性にぴったりなんじゃないかと思うわけです。オンオフ問わず使いやすいですしね。なもんだからこの時計を全ての人に勧めたいんです。はい。まあいろいろ喋ってみましたけど、変な話、ブームであろうがなかろうが正直いい時計だと思います。この動画を作ってる段階ではこのモデルの世間の評判はまだはっきりと分かっていませんけど、なんとなく影が薄いような気がしてるんですよね。だからこのモデルが盛り上がってくれることを祈ってこの動画を終わろうと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。あったかくして寝ろや。